バルダーズゲート地獄の戦場アベルヌス、よろしくお願いします。よろしくおよろしくお願いします。ここはですね、ある酒場兼宿屋でございます。ここに集まるのはホークシンスター医師に何らかの被害を受けた人たちですね。最初ナーグルさんがここに入ってきます。バラを一輪テーブルに刺して、はい、座って待って。はい。まだ誰も来ませんね。バルダーズゲートの酒場兼宿屋は非常に治安が悪いで有名なんですよ。ノームの男が座ってるのをみんなチラ見してますね。嫌な予感しかしない。コントロールフレームで火を出して、ちょっと周りの人たちがこう睨みつけてるので楽しませてお前らも焼くかっつって来ないかな。そうですね、時間だというのにまだ来ませんね。そうです。誰も来ないの。カウンターでフードを頭にかぶったコリンがずっとその場にいたんですけど、スッと、ナーグルさんの横に座ります。向かい側に座ります。お手紙くださいました。もしかしてコリン。そうです。コリンさんはちょっとしたこの辺では有名人なんですよ。二つなんか耳なしコリンといっていやー本当に耳がないんですね。ちょっとね、そうでもそう、それあんまり公に見せちゃうとすぐにコリンだってなるからフードかぶってるんですよね。すいません、だからこんな格好だけど許してください。いえ。僕も噂は金がね。そんな何もしてないんですけど。周りが担ぎ上げるからこんな、そうなんだ。そう、エルフなのに凍傷で耳を落としてしまったんですね。だね。もうちょっと待って。あと3人ぐらい来るはずなんだけど。次は誰ですかね。蓋を開けて入ってきました。席に着きます。あなたがお手紙くださったナーグルさん。そうです。僕がナーグルです。はじめまして、リアです。どうもはじめまして。お手紙ありがとう。いえ。きっとみんな苦しんでると思うので。よろしくお願いします。あと2人くらい来ると思うので、もう少しお待ちください。はい。リアさんに座ったままですけど、手を出して握手を求めます。コリンです。あなたが有名な。恐縮です。すいません。よろしくお願いします。よろしく。コリンはどのくらいの身長？コリンは162センチです。僕よりは高いんだね。なかなか来ないな。そこにゆっくりと進んできます。はい、ドスドスと歩いてくるドワーフさんがいますね。ドワーフは。お前さんがナーグル？そうです。ハルベクだ。どうもはじめまして。あれだろ？ホークの野郎に人は吹かせよってんだろ？その話はもうちょっと。あと一人来ると思うので。ハルベクさんお酒好きですか？酒を飲む。いや、お酒好きそうですよね。ドワーフだからな。とか言っているところにフードをかぶったシャバが現れます。どうも。ナーグルさんですか？僕がナーグルです。あなたのお名前は？シャバです。はじめまして。この辺ではちょっとした芸人さんらしいですね。どうも、おかげさまで。愛想がないのも噂通りですね。と言って空いてる席に座ります。では、5人揃いましたね。はい。そしたらそれぞれ自己紹介がてらですね、自分がどんな目にあって奴らがどんだけひどいのかって話をし始めましょうかね。じゃあ一番最初に僕は自己紹介しましょうか。お願いします。僕の名前はナーグルベレンです。仲間内からは空ごとっていうあだ名が付けられてます。嘘つきって意味なんですけどね。実はですね、生きていく中でちょっとどうしてもね、人を騙す必要があったので、それをなりわいにしてきてたらですね、ちょっと本当に申し訳ないんですけど、ちょっと僕も意識できないところで嘘をついてしまうところがあってですね。基本的には皆さんのことはもちろん信頼させていただいてますし、もうこれは信頼してるから、このことをちゃんと皆さんに打ち明けるんですけども、別に悪気があって嘘をつくわけではなく、自然とちょっと嘘が出てしまう可能性があるので、一応それだけご了承ください。僕がなぜこのホークさんのあれに加担したかというとですね、実は僕には妹がいまして、その妹が連れ去られてしまったんですね。
だからその妹を助けるために、この皆さんに集まってもらったというわけです。ちなみに僕はウィザードです。はい。なので、何かお困りごとがあったら、皆さんを魔法でお助けしますので、ただ一個だけ、僕はちょっと戦闘ではあまり活躍できる魔法がないので、ちょっと逃げ回る形になるかもしれませんが、まあそのために頼もしい仲間を集めたということで、皆様ぜひよろしくお願いします。次、コリンさん。はい。コリンです。去年の冬にちょっと海に飛び込んで人を助けたりなんだりしてたら、耳なしコリンだとか言われてちょっと担ぎ上げられて困っている、そんな私です。でもそんな、私なんですけど、育ての親のストーさんっていう方がいたんですね。その方とですね、病院に行ったんですよ。僕耳がなくなっちゃったから、エルフで耳がないの嫌だなと、治るかな、病院行ったんです。でもストーさんはその病院はどうも怪しいから良くないよと言ってたんですけど、僕は行きたいって言って連れてってもらってです。で、麻酔をしますって言って意識を失ってたんですね。で、意識を失って目が覚めたら、路地裏で血だらけのストーさんに抱えられていたんです。ストーさんはもう息はあるんですけども、体が全く効かない不自由な体になってしまいました。で、そのストーさんをそんな風にした、確実、ストーさん、口もよく今うまく聞けないんですけど、どうやら医者のせいだということが分かってきたので、なんとしてもストーさんの敵、まだ生きてらっしゃいますけど、こんな風にしたやつに復讐をしたい、敵を討ちたいということで、このナーグルさんのお手紙に、なんていうんですか、誘われてきた、そんな感じです。はい、ありがとうございます。そしたら次はリアさん、お願いします。はい。私、もともとちょっと故郷を、訳あって故郷を失ってしまって、そこからここまで逃げてきたんですけど、その時にちょっと一緒に逃げてきた同じ部族の妹のような、本当の妹じゃないんですけど、妹のような存在の子とここまで逃げてきて、その怪我を、追われてる時に負った怪我を治してもらおうと思って転がり込んだところがホークシンスター医師の診療所だったんですね。で、私の怪我もその妹の怪我も治してもらったんですけど、妹だけ治療が長引いて、私は先にちょっと返されてしまったんですけど、1ヶ月ぐらい、妹が帰ってこない時間が続いて、そこから怪我は治って帰ってきた妹が人が変わったようになっていて、その後自分でちょっと命を落としてしまったんですね。で、そんな子ではないと思って、ちょっと私も怪しいと思って調べたら、どうやらホーク医師に、悪い噂の通り人体実験をされていたんじゃないかっていうことが分かって、で、ただ私調べていた時にちょっとヘマをしてしまって、調べていたことがバレてしまって、今、もうそれがホークに知られて狙われているっていう状態です。なので一人の力ではちょっとどうにもできないじゃないかなと思っていったところに、ナーグルさんからお手紙をいただいて、もうすがる気持ちで今ここに来ました。ちょっともしかしたら狙われているから危害が及ぶことがあるかもしれないんですけど、私、前線で戦いますので、どうかよろしくお願いします。ちなみに、ご職業は？ふるさとではレンジャーをやっていたので、前に出て戦う役目は任せてください。了解です。次が、ハルベクさん。ハルベクダラルンだ。ホークの野郎は、俺の親父の片腕を奪いやがった。俺たちは鎧鍛冶師だったが、片腕を奪われるっていうのは命が奪われるのと同義だ。俺はあいつが許せん。そのためには、復讐のためだったら何でもやる。それだけだ。ちなみに、職業は？職業はクレリックだ。はい。はい、そしたら、シャバさん。私はシャバーマスタキア。私、気づいたら不老児だったんだけど、それのたれ死にそうなところを救ってくれたお師匠様がいて、アリアって言うんだけど、アリアが私を育ててくれて、芸人として生きていけるようにいろいろ技術を教えてくれた。でもある女に騙されてアリアがいなくなってしまって、それでアリアの行方を探してたら、もう死体だけが見つかったんだけど、アリアを連れて行ったというか、アリアをそそのかした女のことを調べてると、どうもホークの
ところに出入りしてる女だっていうことが分かって、今はそいつを調べていたところです。ほうほう。シャバさんご職業は？前までは芸人をしていました。クラスは？バードです。ありがとうございます。皆さんに関係ある被害に遭った方にはですね、必ず手首周辺にですね、湾曲した印がつけられていました。湾曲した印。はい。そそれでは、どうやってぶっ倒すか、いきましょうか。診療所にはですね、どうやら、ホーク・シンスター医師をはじめとする5人程度です。で、ちょっと調べると分かったんですけど、どうやらシセル三社っていうカルト教団員が関係していると思われます。ベイン、ベハル、マークールっていう、神様ですね。を、祀っている人たちですね。これがカルト教団ですね。はい、これがカルト教団です。で、ホークシンスターは、どれかわからないですけど、関係があるのではなかろうかという情報を得ました。ちなみに、ホーク医師の場所は分かっているんですかね？はい、分かっています。さあ、皆さん、ここで選択ですね。直接、もうホーク医師のもとにも乗り込んで、復讐を果たすか、何かこう、カルト教団との、つながりを暴いていくか、直接行かずとも、暗殺をするか。この酒場にいる人々に聞き込みなどをしてみたいです。カルト教団について。はい。まずは酒場の宿屋のマスターに一杯お酒を頼みながら、マスター、カルト教団について何か知ってる？シセル三社って聞いたことある？ありますね。それについての何か噂話とかマスター知らないの？今でこそちょっと活動が下火になってますが、前はですね、なんか幅を利かせていたやつららしいですね。で、それがですね、ここバルダーズゲートではですね、燃える拳団という雇われの人たちがこう警備をしてるんですけども、燃える拳団たちが勢力を増すまで、幅を利かせていたらしいですね。っていうことは、その燃える拳団に変な言い方、成敗されたということですか？そうだね、抑えられているっていう感じかな。ちなみに手首に湾曲した印がついた人を見たことはある？はないけど、最近その殺人が増えてるっていう感じだよね。ありがとう、マスター。はい。さて、どうしましょうね。僕はぜひ一度ホークシンスター氏にはお会いしたいとは思ってますが。そうね。宣戦布告でもしに行く？ハルベクさんはどうですか？俺はホークの野郎に人を吹かせられりゃ何でもいい。片手を切り落とすんでも命を落とすでも何でも構わん。方法も問わん。お前らに任せる。なるほど。コリンさんはどうですか？確かに一度また彼の病院というかそこには行きたいですね。じゃあ潜入捜査をしてみるってのはどうでしょう？賛成ですよ。で一個だけ決めておきたいのが、ホークさんと会った時に、どうするかですよね。それは戦闘じゃなくということ？そのホークさんと会った時にホークさんを命を奪うのか、いや捕まえましょう。じゃあ拉致するってことで大丈夫ですか？どのぐらい後ろに勢力が控えているのかは知っておかないと、私たちがその後危ないから捕まえて引き出せる情報は引き出しましょう。じゃあ基本的に拉致するっていう考え方で間違いないですかね？私はそれでいいです。どうしようもなければ殺す。コリンさんはどうですか？僕も問題ないと思います。わかりました。じゃあ、今からホーク医師のもとに潜入を試みたいと思います。了解しました。ホーク医師はですね、崖門と呼ばれる門の近くに、診療所を構えていますね。で、もうすぐに行けちゃったりするけども。行っちゃいますね。今もう部屋の中に行けば、ホーク審査医師はおそらくいるでしょうっていうところに来ています。よし。じゃあ、行きますか。行きましょう。大丈夫ですか？ハルベクさんも。会いに行きますよ。いいぞ。はい。じゃあ、会いに行きます。はい、ガッチャン。入るとですね、おそらくホークシンスターさんですよね。皆さんの前にいます。はい。では、血みどろになってますね。なんだお前らはと。もう診療外の時間だぞと。黙って捉えようとします。やめろなんだお前たちは。キャー、何その手、どうしたの？その
その血はどうしたの？手術の後だとか言いながら、まあでも、抑えられました。捕らえられました。ちょっと聞きたいですね。もう抵抗はもうしないようにできましたかね。はい。縛り付けられたはい。感じですよね。あ、ちょっとどうします？場所移しますか？でも、場所移すと、なんか変に人目について良くないかな。そのままこの奥に行って、もう診療所はどうせやってないんだから。ちょっと奥に行きましょうか。はい。奥に進むとですね、手だけとか足だけとかですね。最悪だな、お前。はいはい。バラバラな死体ですね。とか、あと、継ぎはぎされたゴーレムにこれからなるんだろうな、みたいな死体みたいなのが、結構あって、ひどい匂いがしますね。じゃあ、僕は、まあ今監禁して、椅子に縛り付けてる状態にして、はい。で、彼のこう、顔をバッと掴んで、ボルクっていうハーフエルフの男をどうしたって聞きます。あいつか、助けたよ、助けたよ。生きてる、奴は生きてるって言います。カンパします。はい。カンパはおそらくたやすいと思います。なんもわかんない。本気で聞いてるのかな、グルさんは。なんかヘラヘラしながら聞いているように。聞いてくれ。私も近寄って髪をわって掴んで聞きます。はい。お前がアリアを殺したのか？あれか。病気は治したぞって言ってます。はい。シャバさんには嘘だと感じました。嘘言ってんじゃねえ。そもそも病気で言ってないんだよ。威圧をちょっとして、まあちっちゃいんでそんな威圧にならないかもしれないんですけど、威圧をしながら、もう、なんでこんなことするんだと詰め寄ります。なんでなんだ誰か教えてくれなんでなんだって言ってます。こいつ狂ったんか。どうしようか。ハルベクさんどうします？お前ら聞きたいことはいいのか？いや、まあ、とりあえず僕も聞きたいことはあるので、ちょっと今ここで命を奪うのはやめてほしいんですけど、まあ、拷問がてら片腕を落とすってのはどうですか？いい案だな。ということだ。大ハンマーを思い切り振り上げます。ゴーレムにしてやるよ。ブシュー。うわ顔をつかみ上げます。俺の親父が味わった痛みはこんなものじゃねえんだぞ。悪かった。直してやる。助けてくれ。親父はこの世にいねえんだよ。命乞いします。まあ、キリがないな。死体で何してんの？何をしようと。何もしてないよ。何もしてないわけないでしょ、だって。何がいい何をすればいい？これつなぎ合わせて何にしてんの？わかった。じゃあゴーレムを作ってるよ。ゴーレムを作ろうとしたよ。ゴーレム作ってどうすんの？治安を乱すんだよ。喋ったよ。助けて。なるほどうるせえな、こいつ。何かに操作されてるのか、こいつ。のかな。普通の医師だったらゴーレム作って治安悪くしないな。片道さんもカルト兄弟の人たちに操られてんのかな。何が知りたい？もう何が知りたいんだ。だよ。多分本当に知らないんだと思うんだよね。まあ、じゃああとはハルベクさんにお任せしますよ。ちょっと待って、こいつ何かおかしいな。こいつを殺せば済むっていう単純な話でもなくなってきたような気がするな。ちなみに手首に湾曲した印はあるんですか？いや、こいつにはないけど、ここら辺にある死体にはあるね。まあ、ただ、生かしといてもしょうがないとは思うよ。じゃあ皆さんやっちゃいますよ。ハルベクさんがやりますか？いいだろう、俺がやる。やめて、助けて。と思い。ボズン、ぐちゃー。そうなりましたね。皆さんはその後どうしましょうかね？まあ、とりあえず、そうですね。じゃあ、一応、まあ、ホーク医からは聞き出さなかったんだけど、僕の探し人が見つかってないので、僕はまあ、これからその人を探そうと思うんですけど、皆さんはどうですか？私、手伝うよ、ナーグル。ありがたいですね。できれば僕も手伝ってほしいなとは思うんですけども。妹さん探そう。ナーグル、妹を探すって最初言ってたけど、男を探してるの？ちゃんと話してくれないと。わかりました。ちょっと待ってくださいね。いや、妹を探してる。まあでもいいか。ちゃんと、まあさっき言っちゃったからな。まあ妹っていうのはまあちょっと嘘なんだけど。嘘なの？師匠を探してるんだよね。男？ハーフエルフの男。僕のウィザードの師匠。じゃあ、余計私は一緒に探してあげる。ホークシンスターとどういう関係があったの？
いや、ホークシンスターに、まあ僕ら一回、捕まっちゃって、まあ僕の家族がそのホークシスターに多分殺されちゃったのか。で、その師匠と一緒に原因を突き止めたら、まあホークのとこに行ったんだけど、その時に捕まっちゃって、で、まあ師匠が俺だけ逃がしてくれたんだけど、っていう感じ。それは信じていいの？それは信じていいかな嘘じゃないよ。ナーグルさん、はい。私手伝ってあげるけど、カルト教団も潰したい。まあ、たどり着くなら、そうなるんじゃないかな。結果がどこに行くかだけど。アリアの仇はカルト教団なんじゃないかって思ってるんだよね。まあ、確かに僕も、この大元が仇っちゃ仇ではあるので。うん。じゃあ一緒に戦おう。ありがとう。コリンさんとかリアさんはどうですか？あと、ハルベクさんは。僕はカルト教団が何をしてたのかはっきりさせたいな。まあだから2人と同じような感じだけど、これ僕ら今感情に任せて完全にホーク殺したから全然不届き者になるんだよね。まあ、犯罪者だね。犯罪者になっちゃうから。でも彼が裏でこんなことをしていたっていうのをちゃんとはっきりさせれば誤解は解けるかもしれないし、まあ減刑されるかもしれないと。やっぱり明らかにあいつ正気じゃなかったから、まあ、正気じゃない人間を殺しちゃうのもあれだ。はっきりさせたいな。崖から突き落としておこうよ。証拠はそうだね、一応。証拠を消すの罪を重ねることになると思うけど。もう私たちの痕跡は消しといた方がいいんじゃないかな。死体をどうするかは、僕らが罪だって思ってるんだったら、別に俺は隠す必要ないと思うけど。私はもう崖から突き落としたい。また感情で動くわけだね。あんたも感情でここに来たんじゃないの？だからそれを今食いてるんだよ。じゃあ自首したら？まあ、俺は別にそれはシャバの好きなようにしたらいいと思うよ。はい、君たちが出てきたところに彼らが治安部隊燃える拳団でございます。なるほど。ほど。尋常ならぬですね、拷問の声。そして外に漏れてた。そして謝罪の叫びを聞いた近隣住民がですね通報したんでしょうね。そしてですね、君たちがこの部屋から死体を持ち去りながら出てきたところに今遭遇しましたね。やばいやばい。もうこれはやばい出てきたと死体を持って出てきたところってことですよね。そう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 。この一瞬の隙をついてちょっと自分をナイフで刺します。腕あたりをちょっとナイフで刺します。プス。で正当防衛だって言います。小賢しい。と言ってですね、この2人が中を調べます。で、そうするとですね、帰ってきてですね、このダーウィン・ゾッチっていうリーダー格の人に耳打ちをします。さて、ここで何があったのか聞かせてもらおうか。はい、私たち、はい。シャバ俺より好きだから。全員このある組織に大切な人を奪われていて、こう怪しいんじゃないかなと思ってたんですよ、ここが。なるほど。で、ちょっとだけ聞き込みに行こうと思って、お腹が痛いふりをしてきたんです、ここに。はい。そしたら腕とか手足が転がってて、はい。フォークの部屋を開けると、もう血まみれのやつがいたんです。はい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 。それで、お前は一体何をしているんだって言ったら、私を刺されたんです。なんで俺より嘘好きなので、なんこのギャーギャー騒いではいたんですけど、その間もこう、ずっとね、襲いかかってきたんで、結果こうなっちゃいました。じゃあ、シャラさん。説得じゃない、ペテンかな。ペテンだな、シャバ。そうですね。ペテンですね。シャバ。ペテンだね。で、みんなもペテンに乗ってそうだそうだっていうので、シャバさん。そうだそうだ。あ相当うまくいったんじゃないか、言えたんじゃないか、シャバさん。なるほど。芝居を打っています。なるほど。有利だから言ってもう一回行きましょうか。もしかもっといいのが出るかも。
お相当、やっぱ芝居がうまいな。すげえ。すごい。ダーミンゾッチは言います。君たちは冒険者かい？はい。あ、そうだ。なるほどそうで。す本来、殺人は罪に問われるが、今回、君たちが殺したのは、このバルダーズゲートを悩ませている死せる三者の者たちなんだ。だから、ここでどうだろう。君たちを罪に問うのではなく、一つ私に借りができるってのはどうだろうか。というのはいいです。それもダーミンのところまで行って握手を求めます。早い。早い成な。立。成立。早いな。ちょっとシャワー頼むシャからバちょっと、僕たちにも相談してくんないかな。もうちょっと聞いてからにしよう。独断がすごい。あと僕より嘘つき。どうやらですね、何をダーミンゾッチはなんかこう、マウントが取れるやつをですね、どんどん集めてですね、はいなんか情報屋にしたり、なんか危ないところに潜入させたりって言って、治安を守っている人ですね。で、というはいところでですね、君たちは、ここはお咎めなしで借りを一つ作ったという形になりました。はあ、皆様。今回よかった。はあ、いやー、ほんともうシャワーの破天荒には肝を冷やした。いやいやいや。しかし、すごお前らいなやっぱり殺す気できたんじゃないのか？いやいやいやそうなんだけど、ごまかしに来たわけではなくて、そんな正直者だとここでやってけないぞ。すごいな、芸人さんって。いや、すごいな。まさか、ほんと、僕のキャラを食いに来るなんて初めてだよ。はいいや。ちょっと、でですね、また数日後、大きな事件が起きました。ほうほう。こんな感じで皆さんがですね、借りを作って、しまってからですね、何回かこうやって会う機会が増えたんですけども、この事件から数日後にですね、大公爵っていう身分があるんですけど、今この大公爵が、レイバンガードっていうですね、燃える拳団の総長なんですよ。レイバンガード。お名前あ、です。レイバンガードさん。はい。はい、がですね、燃える拳団のですね、一隊を連れてですね、バルダーズゲートを離れて、エルタレルへ向かいました。外交交渉に赴いたらしいです。で、このエルタレルっていうのは、このバルターズゲートと真反対の町なんですね。どっちかっていうと宗教国家なんですよ。なるほど。はい。パラディンが治安をこう支えてるんですよ。うんうんだからもう非常にこうしっかりしていて、バルダーズゲートルとエルタレル、反対なことからちょっと仲が悪かったりするんですけども、そこにレイバンガードさんが外交交渉に向かったというニュースがバルダーズゲート中に流れました。その日の皆さん、夜でございます。お願いします。どうぞ。みんな危ないところだったわね。まあ、結果的にはシャワーさんに救われた形ですかね。そうね。みんなもっとたくましく生きていこうん。ただ、一歩間違えたらあなた殺されてましたけどね。う。それはしょうがないわよ。もう覚悟は決めてたのよ。覚悟決めてるんだったら普通に捕まっちゃった方が早かったと思うんです。何言ってるの？それはもう投げ出すのと一緒よ。あ、そなかなか肝が据わったやつだな。う。こっから皆さんどうします？ナーグル探すんでしょ師匠。探します。手伝うわ。もちろんその探すってのはきっと、何か繋がってくるんだろうけど、その後ろのカルト教団には。うんうん。正直言うとそんなにもう希望はないかなとは思ってるんですが。諦めるな。それもそうですし、最終的にはそのカルト教団が仇になるのかなっていう。それをまず調べたいですね、とにかく。コリンさんはどうですか？僕もそう、さっき言った感じで、このカルト教団がきっとホークシンスターを狂わせているような気がするから、同じようなことがやっぱ起きないように、カルト教団を詰め寄っていきたいな、カルト教団に詰め寄っていきたい。それにね、下手なことしてこの事件から距離を置いたら、燃える講師団からも言われそうだし、一応やってますよ、うまいことっていう。なんとなく思いますけど、コリンさん、クソ真面目ですよ。何言ってるんだ。真面目じゃなかったら冷たい海なんかに飛び込まないよ。勝負だよ、勝負。ハルベクさんはどうですか？もう目的は達成したと思うんですが。と思ったんだがな、どうもホークの野郎を片付ければ済む話でもないような気がしたな、俺は。やはりカルト教団が引っかかるんだ。お前らとは目的が違うがな。
確かに俺はハルト教団に関しては、ちょっと動向を探りたいというか、そいつらのことをもうちょっと調べたいと思っている。では、お手伝いいただけるということで。まあ、結果的にはだかな。私もあんなホークシンスターが末端だとはちょっと思っていなかったので、操っていた教団を探りたいですね。もうなんとなくあれですね。コリンさん、ハルベックさん、リアさんがクソ真面目組で、シャバさんと僕が悪ふざけ組って感じですかね。何言ってるの？私は至って真面目よ。それが一番怖い。真面目にあんだけ嘘をつけるあなたが一番怖い。いやー、だから俺はなかなか気に入ったで、シャバ。ありがとう。お前のいつかじいじと呼ばせていただくわ。なんで呼びたいからに決まってるでしょ。そうそうか。あそしてヒゲを触らせてもらうのよ。あ、ちょっと待った。それはね、俺もちょっと思ってたんですよ。このヒゲいいんですよね。おい、あんまり気安く触るんじゃないぞ。ちょっと三つ編みにしていいですかおい、やめろ。そしてコリンに聞きたいんだけどん、コリン、耳をなくしてエルフとしてどういう気分？シャバ。頼むからデリカシーって言葉身につけてから。ちょっとデリカシーが君落ちてるから。でもね、どうしても気になるの。もうね、耳ばっかり見てしまうのよ。その視線の方があれかなと思って。ありがとう。そうやって心の内を全部ありのままに喋ってくれた方が確かに嬉しいかも。そうか。でも、ごめんね。傷をえぐることは分かってるの。だけど、やっぱりね、ドワーフにとってのヒゲみたいな感じじゃない？そうかもしれないね。だから、とても辛いよ。そうだよね。だからごめん、フードをかぶせておくれ。とりあえずシャバ謝ろう。かぶせて。コリン、後でコリンに歌を歌ってあげるわ。ありがとう。嬉しいよ。いつか一緒にエルフの里に行ってどうにか耳を直せないか聞いてみましょう。ありがとう。そんなに考えてくれて。ありがとう。ただ、あなたはいいんだよ。自分で耳のある人生を楽しんで。何かしら？皮肉かしら？いや、本当に素晴らしい人生を楽しんでほしい。分かったわ。たまに耳触ってもいいからねち。ょっともうシャバ喋るんだよ。ちょっとシャバもう黙っちゃおうか。はい、そしたらですね、また数日が経ったある夜、大地震が起きます。ドド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 ド。テーブルの下に隠れます。なんだこれは。また一緒に冒険に出かけましょう。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。復讐から始まる旅が今始まる。